こんにちは、ボタジマです。よろしくお願いします。今回はね、僕冬の室内管理の時に結構ビニール袋とかラップをねよく使うんですよ。用土が乾かないようにとか、その気根が出る植物だったらその気根を保湿するために、ビニール袋とかラップとか結構使ったりとかするんですけど、僕なりのね、ビニールテクニックっていうのをちょっと皆さんにねお伝えしようかなと思います。ビニール袋をうまく使うことによって、例えば湿度を一定に保ってあげるとかって、環境づくりの一つとして、僕ビニール袋をかなり使ったりとか、本当に上手に使う人ね、ジップロック使ってたくさんね、植物増やしたりとか、養生したりとかって結構されてる方多いと思うんですけど、僕はこういう鉢物でも僕ビニール袋使ったりとかするんで、その時の注意点っていうか僕なりのコツみたいなものをちょっとお伝えできたらなと思って動画にしようと思います。見てもらった方が早いと思うので、ちょっとね一回見てください。ちょうど今年の冬ね、これでいこうかなと思ってるやつ、こんな形で、ビニール袋を使ってね、鉢ごと養生したりとかするんですけど、これ中はねモンステラのバールマルクスフレームですね。軽く出すとこんな感じ。バールマルクスフレームをビニール袋に入れて、養生しているというか、発根管理に近いような状態にはしてるんですけど、こんな感じ。ただただビニール袋に入ってるだけなんですけど、ビニール袋を使う時の、僕のポイントっていうかちょっと気をつけてることがあるんで、それをねお伝えしようと思います。あんまりねこのビニール袋を使ってる人ってのも少ないような気はするんですけど、もしねこれから鉢物ビニール袋を使いたい人、参考になるかは分かんないんですけど、これやるだけでめちゃくちゃ楽なんで、是非ね覚えておいてほしいなと思うんですけど、まずこのビニール袋、植物が入りそうなでかいビニール袋の中に植物を入れた後に、こうやって鉢の周りをラップで巻いちゃうんですよね。だからビニール袋の下の部分が鉢と同じ形になるようにラップを巻いてあげるんですよ。でこうやってラップを巻いた後にこの鉢底部分を切るんですよ。鉢底部分を開けてあげる。これやるだけでねめちゃくちゃ楽になるんですよ。でこれなんで僕がこうやって鉢底を開けてるかっていうと、ビニール袋をしてるとはいえ水やりって必ずするんですよね。用土自体は全然乾かないんですけど、中の水分というか、水を与えて空気を入れ替えたりとか水を入れ替えるっていう意味で割とね水やり自体はしてるんですよね。でこの鉢底を開けずにただただ全密閉しちゃうと、水やりの時に植物ビニール袋から出してで水やりして水切れるの待って植物またビニール袋に入れてっていう、そのビニール袋から出すっていう動作が必要なんですよね。で僕それがめんどくさすぎて、鉢底に当たるビニールの部分を切ってで、ラップで鉢の形にしてあげて外れないようにして、水やりの時はビニール袋の口開けてこのままこの中に水やりするんですよ。ザバーっと。でザバーっと水やりすると、水がここからドーッと出てきて、でこのまま水切れるのを待って、水が切れた段階でビニールに入れてやる。もうこんだけでねめっちゃ楽。これはねビニール袋を使って、養生したりとか鉢物をね、ちょっと環境を作ってあげようっていう人ならもうこれねめっちゃ共感すると思うんですよ。このねビニール袋から出して水やりしてまたビニール袋に入れるっていう動作が本当にめんどくさい。でこれ一回やっとくだけでビニール袋から出さなくてもいいっていう、言ってみればめっちゃズボラなテクニックなんですけど、これねほんとおすすめです。今年はね僕正直この一鉢しかこのビニール袋のね、システムを使ってないんですけど、去年とかねほぼこれでやってましたよ。アンスリムのどら焼きもそうだし、でレガレ、この後ろのレガレね、レガレもこんな葉っぱとかね高さがある植物入るビニール袋ってないんで、鉢の部分だけビニール袋を覆って、その株元の部分だけ湿度を保つっていうで、気根を出させるっていう、そのためだけにビニール袋を使ったりとか、今年だったらラップ使ったりとか、結構そうやって湿度を高めてあげるっていう意味で
ラップとかビニール袋を使うことが多いので、冬のね室内環境で乾燥がきついなとかね、加湿器また炊くの嫌だなとかさ、なんかあるじゃないですか、そういう湿度の問題。湿度の問題を、正直見た目は悪いけど湿度の問題を解消したい方っていうのは、是非ねビニール袋とこのラップをうまいこと使ってその乾燥を防いであげるだけでだいぶ違うんで、これおすすめです。で、僕ビニール袋とかラップが好きすぎて、インスタグラムでビニールクラブジャパンっていうアカウントを作ってね、植物に対してビニール袋を使ってうまいこと育てていこうぜっていうこの謎の組織を作ったんですよ。いろんな方がフォローしてくれて、そんなたくさんフォロワーがいるわけじゃないですけど、意外とビニール袋とラップ使えるねっていう、ジップロックとかもマジ最強じゃねっていうのがね、じわじわとこう浸透してきてはいるんで、もしこの動画を見てくれた人の中でなんかうまくいかねえわっていう、なんか乾燥しがちになるわっていう人はね、こういうテクニック使ってやると意外と簡単にうまくいったりとかするんでおすすめです。で、こうやってビニール袋で植物管理してると結構聞かれることがあって、この葉っぱ、今出てる葉っぱがビニール袋に触って当たっちゃって傷んだりとか溶けちゃったりとかしませんか、なんか傷んだりとかするのが嫌なんですっていう人も結構いるんですけど、でもよく考えてほしいんですよ。今出ている葉っぱが一生維持できると思っているのかっていうところだったりとか、意外とビニール袋に当たっててもそんなに傷つかないっていうか、傷ついちゃって溶けちゃったりするやつもあるけど、あるよ、ぶっちゃけあるけど、僕自身はさ、冬場しかこうやって室内管理とか、ビニール袋を使ったりとかっていうのは冬をどうやって越すかみたいなところを考えているんで、正直ね、今の葉っぱが全落ちしようが、次春に新しい葉っぱが出てそれが美しかったら別にいいじゃんっていう考え方なので、そんなに気にしてないんですよ、痛みとかで。これちょっと前にあったんですけど、ビニール袋にねこうやって植物入れると枯れますっていう、そんな枯れちゃうので絶対やめた方がいいですっていう発信していらっしゃる方もいたけど、枯れねえから、枯れないのよ。植物によるかもしれないよ、それは枯れる植物もあるかもしれないけど、枯れんよアロイドはと僕は思ってるけどね。ただ枯れる枯れないっていう話になってくると、じゃあ環境次第ってなっちゃうから、じゃあこの状態でさ直射が当たるようなところに置いといたらそれは良くないしね、この状態でもうめちゃくちゃ寒いとこ置いといたらもう今度冷凍庫と一緒になっちゃうしね、その辺のビニール使って密閉するっていう考え方ってハウスに近いような、ものだと思ってるので、よくホームセンターとかでね1万円以下ぐらいで買えるちっちゃいビニールハウスってあるじゃないですか。でよくねこれを使ってうまいこと室内でやってるとか、屋外でもそれ使ってる方もいると思うんですけど、簡易的なビニールハウスとか大きいビニールハウスもそうだと思うんだけど、そっちの方が難しかったりとかするんですよね。こういうビニールで密閉してこれ冷やしちゃったら中本当に冷凍庫とか冷蔵庫と同じ効果になるし、この状態で暑けりゃ蒸し風呂になるし、だからビニールハウスがあるからうまく育つとか、ビニール袋をしとけばうまく育つっていうよりかは補助的に使ってあげたりとかで、ビニールハウスとかそういう、簡易的な小さいリーズナブルなビニールハウスみたいなのを使うんだったら、冬場使うんだったら僕は暖房というかね、そのうまいこと冷えないように中工夫してあげなきゃいけないとかっていうのがあるから、意外とだから僕はねそういうハウスとか持ってる人たちの方が大変っていうか、一般家庭で室内で管理屋外で管理してきたっていう経験はそんなに生かされないんじゃないかなって個人的には思ってますね。というかハウスがある方が難しいんじゃないかなと思ってるから、話取れましたけど、結構ねこれは僕が勝手に思ってるだけかもしれないんだけど、例えばすっげえお金があってで土地もあってで植物これからゴリゴリやっていきたいぜってなった時に、じゃあボタ島はビニールハウス建てますか、なんかそういうガラスの温室建てますかって言ったら多分建てないんだよね。理由はもうシンプルにおそらくすっげえ金もかかるし、で大変だろうなって思ってるんだよね。だから今現状さ場所ないと言いつつもさ、別に置く場所なんて作ればいくらでもあるわけですよ、家の中でね。それでもう植物をすっごい増やしたりとかなんかもうガンガン集めたりとかしないのって、自分の管理が大変になるから
っていうのもあるし、なんか自分の中でさ、気持ちのいいラインっていうのがやっぱあるのよね。今の量っていうのがじゃあ気持ちいいかって言われたら、俺もうちょっと減らしたいなって思ってるぐらいなんだよね。なんとなくさ、こういう僕もそうだけどさ、こうやって植物とか園芸に関してこうやって発信している側の人ってなんかすんごいたくさん植物持ってるとかさ、すっげえなんかレアいものもうどっさりありますドーンみたいな人って結構多いような気がしてて、でやっぱそれを見るとさ、うわすっげえ俺もそうなりてえっていう、なんか俺もたくさん育ててああいう風になりたいわって思うかもしれないんだけど、なんかその量とかさ、量とかだけでこういうなんだろう、うまいこと言えないけど、なんかそういうレベルみたいな、そういう順位が決まる感じもなんか僕はちょっとって思ったりとかするし、まあわかるんだけどね、見栄えいいしさ、たくさんあった方がさ見た目もいいしさ、なんかすげえやってる感じもあるじゃないですか。だけど別になんだろう、その量が多いから悪いとか少ないから悪いって話じゃなくて、なんかその自分が気持ちよく向き合えてるかどうかっていうところがなんか僕的には一番大事な部分だし、別に一株だけ育ててね、すごい愛情を込めて育ててる人ももうすげえ素晴らしいと思うし、何百株何千株こう相手にしてねこうやってる人ももうすげえと思うし、何がいい悪いってないんだけどさ、この話ってなんかよく見えがちじゃん、たくさん育ててる人がよく見えがちじゃないですか。でもなんかそんなことねえと思うよっていう、そういう話だから。僕も世間一般の人からしたら植物たくさん育ててる方なんだけど、多分植物 YouTuber とかそういう植物、いわゆる植物インフルエンサーみたいな方々からしたら全然別にそんな大した数育ててなかったりとかするし、でなんとなくこうやって発信してる側だからさ、こうすげえ詳しいんじゃないかっていう、なんかいろんなこと知ってるんじゃないかなってパーンって来る方もいるんですけど、別にそんなことないからね、そんな多分皆さんと変わらないし、なんていうか、ただ植物が好きっていうだけの一般人なんで、そう別になんか詳しいわけじゃないしね、植物のことをもう一生懸命ね好きで勉強してる学生の方がよっぽど詳しいと思うんだよね。ただ僕は植物が好きになっちゃったんでね、こうやって集めて育てて、で自分なりの工夫をしてね、こう植物と向き合ってるつもりではいるんですけど、是非ね皆さんの中でね、なんか憧れがあって、誰かに対する何かに対する憧れがあってすっげえ大量に植物をグンって集めた人もたくさんいると思うし、僕もそっちだしね、なんとなく植物ハマってもうドカッて、買ってね育て始めたみたいなところがあるから、こういう園芸という趣味はさ、集めるのもまたね楽しみの一つだし、なんかこうコレクション的なところもあるじゃないですか。ちょっとコレクターになりがちなところもあるんだけど、そう別に数があるからどうって話でもないんでね、みんながみんなこう気持ちのいい形でねこう園芸という趣味を楽しめたらね、それが一番いいんじゃないかなとは思うんでね。なんでこの話したかっていうと、ある SNS で見かけたんですよね。結局そうやって園芸とか植物のことを発信している人って、レア植物自慢、どんだけお金かけたかみたいなこう自慢じゃねほぼみたいな、投稿を見かけて、で俺それ見た時に確かにそうだねと思うんだよね。それに近い部分もあるだろうしね。どんだけ時間かけてどんだけお金かけてみたいなね、ところもあるし、僕園芸だけじゃなくてさ、趣味ってお金かけた方が楽しいと思ってるから、だからどちらかというと買う側の人間ではあるんだけど、ただこういう何か物を買うっていうね、フィギュアとか楽器だったらさ、いろいろあるね。楽器もギターとかだったらさ、すごいいろいろ集めたりとかさ、こういろんなアイテムがあってさ、こだわろうと思ったらいくらでもお金溶かせるみたいなね、そういった趣味結構やってきましたけど、植物っていう趣味はさ、相手が生きてるからね、勝
て終わりじゃないっていうかさ、買ってほかっといてもなんとかなるって話じゃなくて、買ったらその買った植物に対して自分は時間を使わなきゃいけないし、お金も使わなきゃいけないっていう、部分をきちんとこう自分の中で理解した上でこう集めていく、で楽しんでいくっていうところをこう見失ってしまうと、どうしてもねキャパ超えて、ぐちゃぐちゃになってみたいなね、ところがあって、もうダメになっちゃった、嫌になっちゃうっていう人もね少なからずいるのかなと思うんでね、自分の生活リズムとか自分の環境とか、そういうのとこう向き合いながらゆっくりゆっくりこう楽しんでいくっていうのもいいのかなと思うんですよ。だから僕も割とね植物にはまってガッと駆け足な形で今まで来てるけど、最近植物をあんまり買わなくなったりとか、そんなにこうグッといろんなことをこう調べなくなった。あの品種でもっとじゃあ日本に入ってない品種なんだろうとかわーっとこうね、調べてた時期もあったんですけど、今は別にそんなこと考えてなくて、もうむしろもう今のままでみたいな、ところがあったりとかね。その中でもさ、ビカクシダを例えにするとさ、ビカクシダをじゃあ5株育ってる人がさ6株になったら超大変になるかっつったら多分そんな大変じゃないんだよね。5株ぐらい、ある程度気持ちよく育てられて環境も用意できる人は6株になろうが7株になろうが多分そんなに変わんないみたいなね、ところがあるから、環境によってはね、増やしやすい植物もあったりとか、自分と結構合ってるなっていう植物があったりとかしてね、そういう形でこう増やしていくっていうのが一番気持ちのいいのかな、気持ちがよくてね、楽しめるのかなとも思うしね。でまたちょっと前の僕みたくこの育てたことない植物をやってみたい。で自分が今まで触れてこなかった、例えばヤシやってみようとかバラやってみようとか、新しいものを新しいものを探して、でたくさん育てるんじゃなくてその一株だけを育てるとか、でいろんな種類のいろんなものをちょっとずつみたいなビュッフェみたいな、スタイルでねこう集め始めるともうねてんてこまになるね。もうあれもやらなきゃいけない、これもやらなきゃいけないわーってなってね、だんだんこう嫌になってくる。嫌にはなってないけどね、嫌にはなってないけど、大変になってきたりとかねして、こういいよね、面白いなとはね思いながら、そういう意味でも園芸って面白いなってねちょっと思ったりとか、ビニール袋の話からねだいぶそれましたけど、園芸っていう趣味はさ、僕が思うにすごく長く楽しめる趣味っていうか、長く時間をかければかけるほどどんどんうまみが増していくような趣味な気がしてね。で自分の中で考え方とか、こうじゃないかああじゃないかっていういろんな、試行錯誤の時間も込みでさ、どんどん面白くなっていく。でいろんな人の話とか聞いて、こういう方法もあるんだ、じゃあちょっとやってみようかなって感じで、こう自分の中でどんどん技術的な部分っていうかな、思考的な部分っていうか、そういったものがこうどんどん尖っていくような感じがして、僕はそれはそれですごく面白いっていうかね、始めてよかったなって思う部分でもあるしね。いろんな人がさいろんなことをこう言いがちな、趣味ってそういうもんだけどさ、言いがちなところがあるけれど、そう何ってこうね、僕も含めてね、僕もそうなんだけど、そう誰かの言葉にこうね心を動かされてうわーってなっちゃうっていうよりかは、もう自分の中でねこうゆっくりじっくり楽しいものにこうなっていけばねいいんじゃないかなって思いますよ。話何もまとまってないけどこう喋り出すとさ、やっぱりこう中身がないなりにねこうのらりくらりといろんな話が展開していって、僕こういうさ何の中身もなさそうな話ってさ嫌いな人もいると思うんだよ。結局何が言いたいのっていう、で何なのっていう人もいると思うんだけど、僕は
割と好きでね、こういう話がね、答えのない話っていうかね、何だったんだろうあの時間っていうのをこう生むのが好きっていうさ、スーパー虚無人間なので僕はね、ぜひねここまで聞いてくれてる人がいるとしたらもうすげえ嬉しいんですけど、とにかくね自分なりの工夫とか、僕の工夫、こういうビニール袋とかラップ使うっていう工夫もね取り入れながら、自分の環境と植物っていうものをうまくこうすり合わせてね、冬だけじゃなくてね、一年通して植物が元気よくね皆さんこう育てられるように、なんか僕で分かることとか、これ良かったよってことがあったらね、どんどんシェアしていきたいと思いますし、これマジやばかったで やめた方がいいよっていうね、軽石で育てるとかね、僕も軽石で育ててねいくつか枯らしたことがありますけどね、でもやってみないと分かんないからね、それもね軽石だけで育つんじゃないかっていう、別に軽石オンリーで鉢の中に入れて毎日水やりすればよくないっていう、なんかそういうことよ。だから、そういうのが好きだね、でもね軽石だけではね育たなかったね、うちではね。うまくやる人は多分やるんだろうけど、そういう形でさこう楽しんでいてほしいなって、僕も楽しんでいくしね、皆さんも楽しんでいってほしいなって思いますよ。てなわけで、もう何の話だったっけね。ビニール袋とラップ使ってね、ぜひ今の環境で難しいなっていう、ちょっと難しい、湿度的に難しいかもって思う人は、ビニール袋とか、ラップとか衣装ケースとかね、使ったりとかして、見た目はちょっと悪くなっちゃうかもしれないけど、いろんな工夫の仕方があるのでね、何か高い機材を買わなきゃいけないってわけではないので、身近にあるもので、植物とね上手に向き合っていってもらえたらいいなと思います。てなわけでまた次回の動画でお会いいたしましょう。ありがとうございました。ボトシムでした。